こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、エンチャント台と人参畑が揃い、ブランチマイニング環境が充実してきました。上位の金リンゴの一つ目も作り、こちらは目標まで残り63個です。ダイヤの方は残り9974個だけどね。まずは進捗 1% の壁を突破したいところです。さて早速ですが、拠点から最前線までの往復がだるくなってきたのでレールを敷きにかかります。あら食べ物を敷くなんてもったいない。使い終わったら美味しく食べなさいよね。ちょっと食べるところ想像したくないです。さてあとレールも作ります。もしダイヤ製のレールがあればダイヤで作りましたが、まあ幸いなことにないので鉄製です。レールに耐久度があったら面倒だからよ。さてではレール設置作業開始です。全然柵で敷いたパターンでいいでしょう。さて、うっかり触れてトロッコだけが勝手に出発しないようにするには、こんな感じならどうだろう。では降車テストを。お、これなら大丈夫そうです。それにこの形なら頭上の1ブロックだけ開ければ降車時に頭を打たずに済みます。コンパクト重視なのね。パワードレールはひとまず4周ごとに設置。32メートル間隔なのでほぼ最高速度を維持できるでしょう。最前線は頭上注意で天井をくり抜いておいて、さて試運転です。最初のパワードレールまでがどうしてもトロトロ運転になるわね。あと速度が上がるとどうしてもチカチカしてしまいます。まあダメージ受けないのは全然柵で確認済みなのですが、まあひとまず OK です。と思って、さて風車型再開と出発したら問題が起きました。この形燃えてしまうことあるんでしたっけ？欠陥工事ね。すぐ火が消えてしまってつまらないけど。一応、ノーダメージで無害ですし、ブロック削る量を増やすのは躊躇したのですが、やっぱり削ってしまうことにしました。せっかくトロッコ乗って最前線に向かって気分を高めてるのに、毎回燃やされるとモチベーション削られそうです。どうやらこの溶岩に触れてたようね。さて4分ほどで最前線まで作業完了。些細な作業でさほど手間暇かからずに済みました。って拠点丸見えじゃないですか。これもうトロッコに乗らずに走っちゃった方が早くないの？それちょっと寂しいです。せっかくここまでレール敷いたのに。さて試運転を兼ねて、改めて風車型再開に向けて出発です。何よこれ、左右に揺れすぎて気持ち悪くなりそう。あかん、かえって気分がそがれてきます。なんか、元に戻したいんですけど。もう放置してダイヤ集めなさいよ。さて開始2分で洞窟内のダイヤを見つけましたが、まだ取らないでおきます。何周か先で取った方が楽だものね。そういえば鉄や石炭ですが、通路脇の一部だけは回収するように掘り方を変えています。ただし通路にいながらすぐ回収できるものだけ、かつ、通路への隙間が縦にブロックにならないようにしています。丁寧に壁を埋めるのはやめたの？ダイヤ装備揃ってるので警戒しすぎないでもいいでしょう。それから2分後、さてどうしたものだか。ここは上位の金リンゴ食べて突っ込む一択ね。金数個取るのに金72個も消費できません。まあ幸いなことに溶岩は避けられました。そして16周目終了。ちなみに金の減少12個はパワードレールの分で、上位の金リンゴを作った分は減少に含めません。というか目標数の4608個というのは、上位の金リンゴ64個の分量です。あと未だに気になるのがこの頭上のかまどです。レール敷くためにレッドストーンの目印外しているので、その代わりの目印の位置なんですけど、天井だとちょっと見にくいんですよね。
色々両立するのは難しいわね。さてリスポーン拠点の家庭菜園ですが、拡張して 9×9 の広さになりました。ここテリーの家の庭だったのね。手持ちの金の人参が残り一つになってたので補充時です。作る量は金塊が余らないように9本単位で、次に補充する際に、企画終了までの消費量を算出する予定です。さてうねうねと揺れる電車で通勤して気を重くしながら風車型再開です。さながら月曜日のサラリーマン気分ね。で、ようやくというか、しばらく見かけなくて忘れてた廃校を掘り当てました。拠点直下から繋がっている廃校でしょう。17周目ということは ×4 で座標軸的に68メートル。随分遠かったわね。視覚的な位置情報欲しいですね。次の周回でもどうせ掘り抜くし、地図作ってみましょうか。さて17周目終了したところです。周回数の割にダイヤも金も少ないわね。現時点までの発見鉱石数で算出すると、金は期待値を 10% 下回っていて、ダイヤについては 25% も下なんです。また計算ミスしたんじゃないでしょうね。念入りチェックしたのでさすがにないと思いますが、少し心配です。さて通勤うねうねはカットし拠点に戻ってきました。やっと経験値30に戻ったので久々エンチャントです。今度こそ効率強化4と耐久力3の採掘用ツルハシを入手したいところです。両方ついたのに、変なのが混ざってる。変なのって、まだまだこの程度の周回ではエンダーチェストいらないんですけど。おそらくこの通勤うねうねが私の運を下げてるんです。もうなんとかします。運が悪いのはテリーだからよ。まあやることは単純で、レッドストーンと次の周回目印の松明を元の位置に戻し、レールの方を迂回させるだけです。で、レールに合わせて削るブロックを変更します。さて最前線まで敷き直しました。テスト走行です。さらにうねうねしてるじゃないの。確かにそうですけど。お良い感じ。普通に走る時に体が揺れる程度で違和感ありません。こんなので満足したんだ。しかもレール敷く時レッドストーンと松明を設置し直さずに済んで一石二鳥なんですよ。まあブロック削るパターンが複雑化しましたけど。それだと一石二鳥マイナス一鳥でトントンね。さて、廃校のポイントを確認すべく、縮尺の大きい地図を作りました。これは一辺は128メートルのはずです。なんか橙色の点が見えますが、地上に置いたカボチャかな。コンパスの中心ではちょうど隠れたのでやっぱりカボチャっぽいですね。よーし、では張り切って18周目に突入します。ほんとこんなので満足しちゃったのね。洞窟は恐る恐る、と、これ2週前に見つけた洞窟のダイヤです。そろそろ採掘してしまいます。で、1週前に見つけた廃校の通路にたどり着きました。まあ焦らずにまず地図より安全確保が先、そして地図です。さてここが通路の中央ですが、それにしても地下でも地図があるとやっぱり便利ですね。じゃない。もう1枚地図作れば？それが、紙もサトウキビも拠点にあるんです。さてそれから10分経過したところで、久々に地下でモブに遭遇しました。最近ずっと遭遇してなくて忘れてましたが、やっぱり万一考えて防具エンチャント用意した方が良さそうです。さてゾンビと正々堂々と戦ってると、後から続々と皇族たちが参戦してきました。ひょっとしてスポナーかしらね。なんか、溶岩が危ないということがよくわかります。まあ狙って突き落としているんですが。正々堂々にも程があるわね。案の定スポナーがあって、ここからも正々堂々戦うしかありません。
全身金装備だし、丸かじりしてもいいんじゃない？金なら何でも食べるという縛りじゃないです。で、スポナーの経験値は美味しく頂戴いたします。さて宝箱は、レコードにエンチャントの本があります。爆発耐性法、これは美味しい。で、インベントリがきついんですよね。スポナーのことを忘れてました。やっぱり一家に一台エンダーチェストなのか。二つ目はまあ普通といった感じでした。でも、よく考えるとこの区画でパン持って行っても何も役に立たないんですよね。馬鎧もね。いえ馬鎧はレースや額に飾ったりと役立ちます。さて18周目終了。金が変動なし、ダイヤの伸びもまだ今一つです。でもこのパターン、次の周回で反動が来そうです。さて、拠点に戻ってきました。今のところ鉄の馬鎧が2馬身リードです。次にスポナー見つけるまでこのままよね。地上探索で村やピラミッドを見つけるかもしれません。あと先ほどの地図を一段階拡張してみましたが、地図が北に伸びてくれなかったので没です。もう一回縮尺の大きい地図作り直します。さてあとエンチャントですが、もうほんと悪い予感しかしなくて。ブーツの方がダメージ軽減法が表示されてたので、ツルハシはやめてブーツに付与しました。さて今回はここまでです。次回はまず地上探索します。そういえばもう原木が数少ないわね。地下で植林する？いえ、高さがあると面倒なので。まあそれに、地上探索は村探し、サトウキビや川や鳥の羽収集も兼ねますので、できればツルハシ用のエンチャント本売ってくれる村人見つけたいです。まあ探索は軽めに抑え、あとはダイヤ集めに精を出す予定です。まだダイヤの進捗が 0.5% 未満だものね。それではまたね。バイバイ。